オタク FM アニメ&チル。はい、皆さんこんにちは。アニメオベイミーラジオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーや配信中のアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。4回目となる今回の放送にはこの方がゲストに来てくれました。どうぞ。強欲クズ次男マモン役の小林弘隆です。はい、よいしょー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、オタク FM には久々の登場になりました小林さん、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？そうですね、前回の収録が半年前ぐらいそうですよだったと思うんですけどね、はい、ちょっとそうですね、どうでした前回の僕は。おお聞き返されるやついきなりのそうですね、そうですね、なんか僕的には必死だったのであまり内容を覚えてなかったんですけど。なるほどなるほど、必死に。そうなんですよ、必死にちょっとねやったつもりだったんですけど。そうね、前回のコバさんね、はい、こう言っちゃないけどなかなかカオスやったね。あー、なるほど。どんな感じやったか覚えてる？例えば戦車買うであったりとか、1億円のね、そう当たったらどうするっていう話をね、パンダをレンタルするとかいろいろありましたけども、そうそうそう、今回もそれぐらいのテンションで来てくれてんのかなって思いましたけども、どうですか？いや、そうですね、いやなんかね、でもね、今今回もやっぱりテンションこう上げ上げでやっぱりね、行きたいなとは思ってるんですけど。大丈夫かな？今ちょっとローに入ってるような感じがするけど、今ちょっと気になるところがあって。気になるところがある？ちょっと言っていいですか？もういいよ。別にね、そう別にいいんですけど、なんかね、僕初めてね、自分でそのマモンのことをクズってなんか言ったような気がして、ちょっと悲しい気持ちにそうねちょっとまあ確かにねクズなんですけど、まあいやまあコバさんにとってね、マモンっていうのはね、相棒のような存在に感じてるからこそ、やっぱちょっと守ってあげたいなっていう思いがあるんですけど、自分からそう言ってしまうのはちょっと悲しいな。そうなんですよね、なんか初めてクズって言ったなと思って、ちょっと物悲しさをちょっと。それやったら今回のラジオってアニメオベイミーの第4話ルシファーの裸体は俺のもののアフレコ終了後に収録してるやんか。まあこの番組をお聞きの皆さんはね、もう見ていただけてるかもしれませんけども、そうです、はい、まあ第4話マモンどうやったよあれどうだったかな。どうやったよ。確かあれですよね、これ海水浴かなんかねやったんですよね。そうですよ。はい、ディアボロのねプライベートビーチにみんなでこう行きましたね。訪れようっていう感じなんですけど、まあそうですね、これあれなんですか、これ裸体は俺のものって、俺って誰のこと言ってるんですか？そうですね、俺っていうのはまあご覧になった皆さんわかると思うんですけど、おそらくマモンですよね。しかもレビアタンはタコの着ぐるみを着せられまして、マモンの口車にまんまと乗せられて、ね、物で釣られていったわけなんですけども、そんな回でしたか？挙句投げ飛ばされて海に落ちましたからね、レビアタンは。そんな回でしたか？そんな回でしたよ。ルシファーの裸体をね、自分のものにせんとかばかりにカメラを構えてたマモン、正直に言うとクズかな。そうかな、ちょっとね、本当にクズだったかなっていうのを、僕の中でちょっとまだちょっと半信半疑なんですよ。半信半疑。これはあれですよね、収録は終わってますよね。終わりましたよ。手元にね、僕ね、これ台本が実はちょっと待って、なんで第4話の台本持ち込んできてんの？なんかね、やっぱ記憶がね、やっぱりこう記憶さっき取ったばっかやん。いや本当にそうだったかなっていうのをちょっと見てたんですけどね。はいはい、どうですか？やっぱりそうですね、おっしゃられた通りやっぱね、タコにねレビューがねさせられたりとかもしましたし、やっぱね、そのルシファーのね裸体ですか、それを何のために自分のものにするかって考えたら、やっぱちょっとの強欲クズ次男って呼ばれるのも致し方ないかなっていう感じはしますけど。でもね、俺思うんですけど、やっぱレビーってね優しいなと思いました、やっぱね。あ、そうですか。なんだかんだやっぱりそのこうねタコになってくれて、多分マモンが何かね、なんか言ったのか分かんないですけど、そうなんかね、こう何もなく多分タコの着ぐるみは着ないと思うんですよ。いや、そりゃそうでしょうよ。そうそう、なのでね、そうレビアタンとマモンのやっぱ絡みもなんかあるのかなと、掛け合いもあるのかなと、ちょっと僕はなんとなくこうまあね、アニメをご覧になってない方はそこもね確認していただきたいということで、楽しみに待っていただければなと。いやでもとてもね思います。はちゃめちゃな回やったかなと思うので、僕は楽しかったですけどね。いや面白かったですよね。そうですね、すごい山下さんから収録終わりにねちらっとちょっと言われたことがあったんですけど、何言われた？
そのクズっぽさがね出るシーンがまああるんですけどね、マモンのコバさんそのクズっぽさを演じてる時の演技すごい良かったよって笑いながらね笑いながら言ってくれてたんですよ。それはきっと褒め言葉やから。褒め言葉かな。そうかな。きっと山さん的にすごい良かったっていう気持ちを前面に出してるから。そう絶対コバさんがクズやでとは言ってないから。だよね。大丈夫だよ。そこを信じた方がいいと思う。演技的にってことだよね。なんで疑うのそこ。そうだね。素直にありがとう。素直にありがとうっていう気持ちを持った方がいいと思いますけど。はい。まあね、はちゃめちゃな回でとても面白くなってるので、ご覧になってない方はぜひ見ていただきたいと思います。はい、お願いします。はい。でこの番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM です。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきもお待ちしておりますね。コバさんを迎えてテンション上げ上げでお届けしていきたいと思いますので、大丈夫かい？いやはいのタイミングが難しい。いつ言ってもいいさそんなもん。そう？いつ言ってもいいよ。分かったよ。はい、ということでオタク FM アニメ&チルスタートです。レッツゴー。テルミー。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆる普通歌を紹介していくコーナーです。ごめん、もう今パって「はいどうぞ」ってコバさんに怒ろうとしたら真ん中のアクリル板殴ったわ。そうやね。めっちゃ動揺した俺が。でも動揺したらあかんと思って俺はシラフをちゃんと通常状態を保ったよ。いやさすがっす、ありがとうございます。僕が動揺して噛みました。はい、いわゆる普通歌を紹介していくコーナーです。はい、それでは早速紹介していきましょう。コバさんからお願いします。はい、これねすいません、質問を紹介する前にね、ちょっと馴染みがないのでちょっと聞きたいんですけど、この普通オタっていうのはなんかの略なんですか？普通のお便り略して普通オタ。そういうこと？そういうこと。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ早速行きたいと思います。これは K パレアさん。はい、海外の方ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小林さんへ声優をやってくれてありがとうございます。小林さんの声で温かくて落ち着きます。話したり笑ったりしているのを聞くのが楽しいです。楽しそうな声と真面目な声の切り替えにいつも感動します。声優さんはたくさんいますが、あなたは私の推しです。はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。なんかこんなストレートに褒められるとすごい恥ずかしいんですけども、いいじゃないですか。コバさんのファンって言ってくれてる。いやそうですね、私の推しということで、いやありがとうございます。私の推しって、私が推し。じゃあパレアさんからしたら私の推しということで。そうですね、パレアさんが私の推し。小林さんの声が温かくて落ち着くと。温かくて落ち着くという。いやこの声がですかね。いやそうですよ。いや嬉しいです。感動してくださってるんですよ。いやありがとうございます。海外からね、しかもね海を越えて。そうですよね。海を越えてあんまり言うとねちょっとね大げさにどんどんなっていくかもしれないけど。僕が頭良くないのがバレちゃうんで。いやでも嬉しいね。温かくて落ち着きますやって。そうですね。なんかね僕はそう言っていただけるのはすごい嬉しいですしね。たくさん声優さんっている中で一番の推しやと。いや嬉しいです。ナンバーワンということですか。ありがとう。ナンバーワンでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。励みになります本当に。こういうメッセージはね本当に助かりますよね、僕らにとって。はい。じゃあ続いて、僕紹介しましょうかね。お願いします。メッセージいただきましたラジオネームマオンさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。加田さんがゲストだったら誰に MC を務めてほしいですか？でも加田さんの進行大好きです。閉じというメッセージをいただきました。ありがとうございます。僕がゲストやったら誰に MC を務めてほしいですか？加田さん以外ということですよね。そうね。このオタク FM よね。そうということですよね。俺がゲストやったらか、なんやろうな。務めてくれなさそうな人ばっかりやねんけど。そう。コバさんじゃあ俺ゲストで MC 務めてくれる？いや任してよ。めっちゃ真顔で言ってるけどほんまに任せてよって思ってるそれ。そうね、やっぱそうですね。やっぱ僕に白羽の矢が立つならばやっぱそれなりの理由があると思うので。それなりの理由がある。じゃあそれなりの理由を信じて俺は頑張るぜっていうこと。そうなんですよ。やっぱりね天命だと思いますよね僕は。天命。もうどんどん話が大きくなっていくな。やっぱそうですよ。天命って。そう僕は与えられた使命を全うするだけだという。かっこええな。そうですね、降りてきたものだと指令がね。指令がね。そう
そうなんですよ。いやでも誰に MC を務める、いや誰でもいいけどな、みんなにやってみてもらいたいっていうのはあるし。これちなみにでもあれやね、いつもその加田くんがゲストの時って、あれね、前回は一人でやったの？そうね、僕が MC で、僕個人は僕一人でこなすという、でもねゲストはいませんっていう感じになりましたけど、なんかでもね、僕も聞いたんですよ、前回のね、加田くんだけのやつも。でもね、なんか一人だけでもなんか成り立っちゃってたから逆になんか MC いるのかなとか思っちゃったんだけど。あー、なるほど。だからちょっとそうなの、だからそうね、これはね誰にっていう感じだけども、加田さん的にはそのゲストになってみてなんか話してみたいなっていう願望あるんですか？いや僕はそうですね、喋るのはすごい大好きやからいつでも喋りたいと思ってるし、コバさんにその MC いらねえんじゃねえ、お前一人で喋ってろよって言われるのはちょっと寂しい感じがするけど、でもコバさんが今そうやって引っ張っていってくれてるのはすごい今 MC っぽいから、コバさんが MC で僕ゲストっていうのもある意味いいんじゃないかなって。あ、そうですか。はい、一度そういうのはありなんじゃないですか。僕ですか。いや、じゃあぜひね、指令が降りてきた際は違う違う、自分からやりたいですってやりたいですっていう風に行くかと思ったら、そうね、店名待ちない。待ってたらダメですよ、攻めていかないと。そう攻めていかんとダメですよ。そうですね。いや、そうです。ついついちょっと控えめな性格が出てしまう。はい、ありがとうございます。はい、コバさん、2通しか紹介できませんでしたけども、今日は以上です。そうでしょ。なんかもう一通じゃなかったですか？もう一通行きたいなって思ってたんですよ。もう一通どころかあと2、3通いけんじゃないかっていう予想で喋ってたんですけども、今日は以上です。加田さん大好きです。ありがとうございます。何急にどうした？加田さん、大好きなんで、もう一問いきませんか？そうですか。もう一問ですか？僕に免じて。コバさん、僕に免じてって何？俺に免じるなら俺に免じろって感じだし、はい、ダメです。はい、ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。だってコバさん一つに対して俺ら喋りすぎやねんって。思いが強いんですよ。思いが強い。その思いっていうのは皆さんに伝わってると思うよ。そうですね。だから大好きって言ってもらいましたから。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのメッセージありがとうございました。これからも募集し続けてます。各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで DELLME です。以上、テルミーでした。はい、こちらは留学生の皆さんにオベイミーの登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを考えて投稿してもらうコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか、コバさん。はい、じゃあ早速じゃあいきますよ。1通目、はい、ネラさんからの、これ海外の方ですね。はい、じゃあネラさん、マモンとしてね、捧げてあげてください。はい、じゃあいきます。今日飯いいかね、2人で。いや別にそういう意味じゃねえよ、ちょっと金が入ったからってだけだし。はいいいね、いいね。そうですね。誘ってる感じね。そうなんですよ。ここね、金入ったからだけだしって言いながら2人でご飯行こうって誘うマモンのささやきセリフと。そう、行きたいんですよね、本当に。いや、めちゃめちゃ行きたいんですよ。めちゃめちゃ行きたいけど結構勇気出して誘ってくれたんですかね、マモンからしても。はい、叶うといいですね。いや、叶うといいですね。来てくれるやろ、そんなそんな。そうかな。来てくれるよきっと。はい、じゃあ続いて僕いきますね。お願いします。はい、ラジオネームアリアス・ベイルさんからいただきました。こちらも海外の方からいただいてます。はい、いきます。はい、お前のコントローラー、ちょっと大事なことを聞くんだけど、僕の 2P になってください。これもありがとうございます。ちょっとしたプロポーズやんな。そうですね。僕の 2P になってください。結構これも攻めてますよね、レビーにしてはね。多分でもね、レビーの気持ちになって考えたとしたら、コントローラーを渡して、2プレイで言うてみらプレイするしてもらうっていうことも
ドキドキやった一緒にゲームしようぜってよく言ってるけども、文字通りね、はい、もうゲームしたいだけかもと思いきやね。そうゲームだけやと思うやん、いつもしてるはずやから、でも 2P になってくださいって言ってるってことは、特別な意味を込めてるんやきっとこのわざわざね。はい、このアリアス・ベイルさんがそういう風に考えて送ってくれたかわからんけどもでもねとってもね素敵な素敵なささやきゼリフですよね。いや叶うといいですね。叶うといいですね。結局そういう感じで締めていくの。はい。そうですね。やっぱり願望ですから。願望ですから。はい。じゃあ続いてコバさんいきますか。はい、応援してます。はい、じゃあ行きましょう。じゃあどんどんいきます。じゃあ続いてはトワさん。トワさんラジオネームですね。はい。じゃあ行きます。なあ。おい。なあもう。いい加減俺様に構え。わーいいっすね。いやそうですね。これもうツンデレの真骨頂じゃないですか。ね、トワさんからメッセージでね、はい、ツンデレ美味しいっていうもぐもぐ可愛いね顔文字がついてますけど、メッセージもいただいてますから、いや我慢できんくなってますね。もうそううずうずしてますね。もう言いたくて。なあおいってツンデレ美味しいってどっちがデレなんかな。ツンなかな。これなんかどっちもツンな感じもするんですけど、でもどっちもどうかな。いやなんかねツンツンしてるけど、構えって言った後にいっぱいマモンを甘やかしてあげるんですかね。多分このセリフ言った後ですね、もう見えてないところで多分デレを。いや可愛らしいじゃないですか。そうなんですよ。絶対ね見てる前ではね、皆さん見てる前では絶対に出れないんですよ、マモンは絶対。マモンは出れない。そうです。なるほど。ちゃんとした二人きりの空間で、そうセリフとしては出ないかもしれないけれども、絶対ねそこでめちゃめちゃデレ多分してると思いたい。いいっすね。思いたい。てかそのはず。コバさんの願望。そうですね、願望叶うといいな。ありがとうございます。じゃあ紹介してきましたけど、今回3通紹介できましたかね。そうですね。そうですね。それではここで今回の優秀賞か決定したいと思います。コバさん選んでください。どれにしましょうか。そうですか。マモンのセリフでちょっとレビーごめんなさいね、一言しかちょっと言えなかったんですけど、そうですね、なんかこうシンプルですごいなんだろう、マモンだなーっていうの、マモンらしいなと思ったんで言うと、トワさんのじゃあ優秀賞はからそうですね。優秀賞はトワさんのなあおいもういい加減俺様に構えです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやシンプルイズベストと。こっちが恥ずかしくなる。なんかもうすごい汗が止まらないですよ。汗が止まらないですよ。そうなの？もうなんかこっちがもうキャッてなっちゃいますよ。キャッてやってるコバさんが可愛いからありです。はい。ありがとうございます。今回優秀賞に選ばれた一言ゼリフは後日ゲームのホーム画面でキャラクターが喋るボイスとして実装されるかもしれませんのでぜひお楽しみにということで。ってことは、もう一回これを収録する可能性もあるってことですね。マジっすか？またコバさんがね、汗かくとか来るかもしれないですけど、まだ汗が止まんないです。マジっすか？楽しみにしていただきたいと思います。はい。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーの登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ウィスパーミーをつけて投稿してください。ウィスパーミーの綴りはアルファベットで WHISPERME です。以上ウィスパーミーでした。Listen me。こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。ということで、コバさん曲紹介お願いします。参ります。それでは聞いてください。マモンで Are You Ready? です。It's time for the party. Are you ready? ようこそ俺のパーティーへ。今日の主役はお前だけ。キラキラ光るコインだってさらったけ。欲しいのはそろそろラフサインでマスターキーには眼中ないんだ I want you。 最上級に俺のハート積んでけ。お前に首ったけ。呼ばれて楽しいパーリーナイトのつもりなのにそれ勘違い。俺
俺の時は騒がしいくらいそこら中度に習いたでも俺がクリアそこはカリバー覚悟しない俺のターミナルオンリーワンの態度だってきっと言うよ本音はホーミナ到底及ばないんだ俺じゃない誰かなんてだんだん溢れてくるこの想いには勝てない I'm just crazy for youはい、コバさん。はい。まあこの曲ねめちゃくちゃ難しそうですけども、オベイミーキャラクターソング第2弾、そうです、マモンが歌うして、はい、リリースされましたけど、はい、そうですね。そう歌ってみてどうでしたかっていうことですよね。そうですね。まあエピソードとか交えつつね、なんか収録時のとか、まあそうですね。まあなんていうかその自分でエピソードを交えつつっていう人なかなかおらんけど。そうですか。なんかこう順序立てた方がええかなと思ったんですけど。じゃあエピソードを交えつつ紹介いただけますか。あんま長くならないようにします。そうね。はい。まあそうですね。まずそのやっぱ最初に楽曲をいただいた時、はい、そうね。そうです。初めてやっぱ歌うっていうことですごくやっぱり緊張もしましたけど、でこう聞いた時の最初の印象なんかもねあって、最初すごいパリピなすごいメロディーだけ聞くとすごいこうノリが良くて、なんかねそうマモンっぽくてすごいこう踊り出しそうなね、そう踊ってくれてるけど今肩くんね、そうそうそんな感じで、そうそう楽しいなんかねこうパーティーな曲だなと思ったんだけど、歌詞に注目していくとすごいなんかマモンっぽいなっていうか、どこら辺がマモンっぽいの？なんかねなんだろうね、そのなんていうかなんていうかその青春というか、なんかすごい青春だなみたいな言い方変えたな。青春の1ページだなみたいなところがあって、例えばそのね分かりやすいなと思うところはハイヒール脱ぎ捨ててついてこいよみたいなね、そんなシチュエーションってなかなかなくないですか？まあ僕は今まで出会ったことないですね。そうでしょう。ハイヒールを脱ぎ捨ててついてこいよって言ったことはないですね。そうでしょう。なんかそんなんとかそんななんかこう大人になってあんまりねそういうのってできないじゃないですか。なんかそういうところとかなんか他にもそのマモンのやっぱり一途なところがその垣間見えるし、なんかそうですね、そういうのでなんかすごいこう愛らしいなと思ったし、パリピな感じだと思いきや実はそういうマモンの純情なところも表現されてるんじゃないだろうかと。めちゃめちゃ心情をねそう表してくれててめちゃめちゃ素敵な曲だなと思ったんで、コバさん気合い入れたんですよ。エピソードを交えてって言うけどエピソードがまだ一つも出てきてないけど大丈夫かな？今日気合い入れたんですよ。気合い入れた。この後出てくる。この後あるんだよ。そうだいぶ喋ったでも。そう急がないと。じゃあ喋んねや。いいよ。気合い入れた後に収録に臨む前にねそう頑張ろうと思ってねちょっと頑張り方を間違えたんですよ僕。間違えた。そうちょっと間違えたんかなと思って。どうしたどうした。間違いじゃないかもしれないけどね、ちょっと判断して。分かった。めちゃめちゃ早く起きたんですよ。朝の話？そう朝起きて、そうめちゃめちゃ早く起きてちょっと落ち着かなかったんで、そうか。ちょっとこの近くにねちょっとこう走れそうなところがあったんで30分ぐらい全力疾走したんですよ。でそれで収録にこう臨もうと思って現場に向かったらね、なんか途中からすごい筋肉痛になってね、足がねそう足途中からそんなすぐ来た？チクチク階段のね現場に向かうまでの階段のところでチクチクなって、そうでちょっと筋肉痛になりながら収録に臨んだっていうのは失敗だったな。なるほど。まあそれ失敗、それ間違いやと思うし、コバさんのトークの出だしも間違いやったかな。間違ったかな。この感じまとまってないかな。だいぶ思いが強くて、収録当日すごいいろんな出来事があったっていうのをいっぱいあった。事細かに覚えてるってことはそれだけ思い入れが強いっていうのがこっちに伝わってきた。そうなんだよね。ただトークの出だしとして間違ってたっていうだけ。間違ってたからだって聞ききれへんもん。そうか。この短い時間やったら。そうだね。確かにね、ごめんなさい。まあね、それだけ強いコバさんの思いがね詰まったこの「Are You Ready」素敵な曲です。はい、聴いていただきたいと思います。どんどん聴いてください。はい、よろしくお願いします。以上、リスミーでした。俺様マモン様だぜ。
俺たち兄弟が歌った「オベイミー」キャラクターソングプロジェクト第1弾の CD が Amazon で買えるってや。オベイミーレコーズ Amazon 特設サイトで予約受付中。キャラソンの他にゲームのテーマソングやオーディオドラマ、あとそれからお前が俺様のことを思い出して寂しくて眠れない日のために俺様自らがデビルシープを数えてやったぜ。 CD 限定の特典だから今すぐ予約してこいよね。帰ってきた即興嘆きの館劇場。はい、こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したお話を見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから送っていただき、オリジナルストーリーを制作し、僕とコバさんが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい、前回のことは覚えてますか？タイトルコールが合わなかった内容じゃなくてタイトルコールの話。内容の話か内容の話は、すごいレビーをコショコショしてレビーがコショばがってるのがすごい可愛かったですね。なるほどね。なんか弟だなっていう感じ。すごい可愛かったなかなかね距離感が近い話だったよね。そうですね。結構可愛がってると思うんですよ。マモンは距離感と僕あの時のコバさんのマイクの近さがめっちゃびっくりした覚えがあって、あれは距離感は本当リアルに本当にマモンとレビーもあれぐらい近いんだろうなと思う距離感でリアルにやろうと思って。なるほど。まあ前回よりも今回ね、ちょっとコバさんもねボリュームアップしたよねってちらっとさっきちらっと言ってましたけども、はい、まあただコバさんがどういう風に来るか僕わからないので、そうですね、即興なので確かに非常に楽しみなんですけども、はい、前回でもね非常に好評やったと、前回のオタク FM で。いや嬉しい。で今回のアニメ&チルでも引き続き即興劇に挑戦していきたいと。挑戦しましょう。はいね。ちょっと意気込みとかなんか。意気込み、コバさんどうぞ。僕ですか？いやもう燃えたぎってますよ。燃えたぎっている。はい。もう心とやる気、パッションと、パッションとイマジネーションとあともう一つ。ちょっとなんかあったんですけど出てこうへんのかい。しかもイマジネーションもちゃうし、パッションとテンションと、パッションとテンションとでエネルギッシュにやっていこうっていうのが今回のテーマやったの。それ何一つパッションが出てきてへんやん。パッションはでも一個当てた。いや嬉しそうな顔でこっちみんな。いやまあその勢いでね始めていきますか。はい、お願いします。はい、それでは早速始めていきましょう。はい、今回のタイトルはこちら。マモン怖いんでしょ。やっと来た。遅い。ほら早くここ座って。何って新作ゲームが届いたから一緒にやるんだよ。グループチャットの僕のメッセージ見てきたんでしょ。さっき配信開始したばっかりのゲームの初回プレイをお前と分かち合おうって僕の優しさちゃんと分かってるんだろうな。まあいいや。そんな噂のタイトルはこれ。ギャーの向こう側。気になるだろう。始めるよ。ね、のっけから超絶怖いでしょ。僕が一人でやるのが怖いからお前を呼んだと思ってるんだろう。マモンと違って僕はホラーゲーム得意なの。単にお前とゲームしたいなって。いやいいわ、もういい。はい、いいから集中して。レビアト何今の。後ろから声した。しかも僕の名前呼んでない。何このゲーム。レビアトちょっとまた。どういうこと。ビビりすぎだろ。俺だよ俺。なんだよマモンか。びっくりするだろ。ノックくらいしろよ。はあ？ノックでもどうせビビってたろ。同じ。それよかお前ら俺が来る前に勝手に始めやがって。でもマモン
グループチャットではそんな暇はないって言い切ってなかった？ああ、急遽大丈夫になった。さあやるぜ。マモンのやつ、僕がこいつと2人で遊ぶのが嫌で邪魔しに来たな。で、何のゲームやってんだよ。ん？ギャーの向こう側？なんだよこのタイトル。純愛ホラーゲーム？あれマモン、なんか顔色悪くない？具合悪いの？もしかしてホラーゲーム苦手だった？帰れ。そんなわけねえし。耐えたか。まあいいけど、前にみんなでホラー映画見た時みたいに大声出して邪魔しないでよね。ストップ一回止めて、何？まだオープニングなんですけど。あれ？ママ？どこ？ここだよ。飛び上がって天井に張り付くとか忍者？ビビりすぎだろ。いや、なんていうかちょっとあれだ、心の準備がだな。怖いんでしょ。いや、そんなわけねえだろ。こっちは普段から斧を持った8メートル級の魔界借金取り5人衆を追いかけられてんだぞ。こんなゲームなんともないっつうの。その割には随分と高く飛んだよね。うるせえ、お前も笑すぎだぞ。何ここ？いきなり閉じ込められてて真っ暗じゃん。何にも見えなくない？マジかよ。てかこれモニターの明るさ合ってんのか？どうなってんだ？何にも映ってねえぞ。大きな声出さないでよマモン、怖いな。顔が浮かび上がってたぞ。何？顔？今モニターに近づいていったら恐怖に怯えた男の顔がモニターに。それってマモンの顔が画面に映り込んでただけじゃ。そう言われてみれば確かにすっげえイケメンだった。アスもかよ。てかそこどいて、続きやるから。悪い。何今度は何？おいレビー、大変だ。横見てろ。どうせまたゲームとは関係ないんだろ。いい加減にしろよマジで。いや、いいから見ろ。いないんだよあいつが。何言ってんの？今までいたよな。横見たらいないんだよ。やめてよ変な冗談。いいから見ろって。もうお前もなんとか言ってやったら。本当にいない。ごめん、僕の D3。なんだよ。ちょっとマモ、あいつからだ。もうちょっとしたら行くねだって。どういうこと？ってことはさっきまでいたあいつは。さあお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？はい、いやでも叫び疲れましたね。疲れました。お疲れ様です。いやほんまにね。いやよう喋るんですよね、嘆きの館劇場でのレビーって。確かに。よう喋るんですよ。そうですね、トークのマシンガンですね。トークのマシンガン。トー
クのマシンガンって何？それただマシンガントークなだけじゃないの？そうマシンガントークですね。逆にしただけで自分の言葉みたいに言うのやめてもらっていいですか？業界的には言わないんですか？業界的に銀座をザギンみたいに言う感じでトークのマシンガンとは言わないと思うんですけど、言わないですか？マシンガントーク分かりやすいかなと思ったんですけど、統治法じゃない使い方が間違えてる。いやいや、どうでしたか？内容ですよ、コバさん。そうです、内容、確かにこのね恐怖怖いんでしょってね、マモンに言ってる、多分レビーがね言ってくれてるんでしょうけど、なんかゲームをね最初これホラーゲームやってたんで、ゲームに対して多分これゲームするけどマモンやるけど怖いんでしょって多分言ってたと思うんですけど、これでも後半見てたら様子がおかしくならない？様子おかしくないですか？叫びがどんどん増えていくあたりがだんだんリアルにね、なんか本当にホラーどこからがホラーゲームの話で本物の実際あるホラーにちょっと成り変わっていくという。そうなんですよね。いつの間にかすり替わってるんですよね。実は体感ゲームやったのかもしれんし、VR 的な感じのホラーゲームやから、そういう現象が起きたんかもしれへんし。そうなんですよ。こういうねギャーの向こう側っていうのがどういうゲームかっていうの分かんないんで、ギャーの向こう側ですからね。しかも純愛ホラーゲームですからね。ギャーの向こう側ってどういうことですか？ギャーの向こう側ですよ。向こう側に何がある？ホラーでしょ。ギャーっていうとやっぱ叫んでるからホラーやんか。でその向こう側には何が待ってるかって言ったら純愛が待ってるんですよ。そういうこと？だから純愛ホラーゲーム知らん？ギャーの知らん、そんなもん。そこを聞かれたって俺が知るわけないやろ。適当に喋らせるな。実はめちゃくちゃ知ってて、知ってるわけないやろ。即興じゃないのかなと思ったけど、怖いわ。そうなんだ。でも予想ね。予想ね。なるほど。もしかしたらそういう体感ゲームやったんかもしれんし。確かにそのギャーってなってこう。確かにね、そういう風に持っていきたいね。俺怖いの苦手やから。確かに困難を2人で乗り越えていた先に、本純愛が待ってるんよ。それは素敵。そのゲームの内容についてめっちゃ気になってるやん。気になったんこれね。そう気になるんだよね、やっぱりね。鍵括弧されてるからさ。気になるところが毎回独特やわ。前回のオタク FM ではさ、タイトル揃わんかったことをめっちゃ気にしてて、そこばっか覚えてたし、今回はちょっとだけ出てくるタイトル名だけが気になってしょうがないんやろ。そう気になっちゃった。でももう一個言うと、なんかやっぱりちょっと噛んじゃったとか、ちょっとね僕的にちょっと失敗しちゃったかなってところがあったんだけど、大丈夫だ。味よね。スパイスだってね、僕よく舞台で立つことあるけど、舞台でお芝居するときに噛んだからってもう一回やり直しなんてありえへん。確かにそうだね。生の舞台やからね。リアルだからね。って考えたら、もう僕ら読み合わせもしてなかったやんか。でパッてやってパッて出たものが全てって考えたら味。じゃあこれはこれでいいんですね。これはこれでいいかどうかは知らん。でも味。でも悔しいです。はい、悔しいですと出していきたがる。わかる、その気持ちはわかるね。でも噛んだそのコバさんのことを皆さんは可愛いって思ってくれるよ、きっと。嬉しいこと言ってくれるね、加田君。きっと可愛いと思ってくれるよ。本当にプラスに捉えていこう。で、今後そういうことがないように自分を鍛えていこう。そうだね。奮い立たせていこう。パッションとパッションとテンション。オッケー、あと1個。これなんとかションじゃないですね。エネルギッシュ。なんで忘れんねん、この短時間。エネルギッシュね。逆にすごいわ、ほんま。そうだね。はい。それをね出し切ったということで。そうね。今後も頑張っていきましょう。はい、頑張ります。エネルギッシュ頑張ります。糧にしましょうね。はい。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇したのを見てみたいというアイディアや妄想を大募集します。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。ラット新聞部ラジオ出張版。こちらはオベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。もう毎度のことなんですけども、情報が僕 MC というかパーソナリティなのに何も持ってないんですけども、コバスさんチラそうですね、チラ見させて来てくれてますけど、コバさん情報はもう預けられてるんですね。じゃじゃーん。はい、ありがとうございます。あります。はい、じゃあコバさん紹介していただけますか。はい、じゃあ告知資料いただいておりますので、紹介させていただきます。お願いします。今回はオベイミーのゲームに関する情報です。
はい、テーマおまず大事ですね。テーマ、これはですね、なんとマモンの誕生日イベント来ましたありがとうございます。いやまさに僕にぴったりのそうですね。告知内容となっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でですね、今回これをね、もちろん誕生日イベントですので、アピールポイントね、ちょっとあるので、どんな内容かっていうの。これちなみにいつ始まるイベントですか？これね一応次に始まる。なるほど。イベントですね。なるほど。はい。誕生日イベントですからね。コバさんの口からもちろん内容は喋っていきたいでしょう。そうですね。はい、じゃあお願いしてもいいですか？そうですね。一緒に見る？いや、もうコバさんが言ってくれたらいいよ。はい、じゃあ行きます。ですね、内容はマモンから契約者としての心構えを教えてやると遠回しなデートに誘われたあなた。豪遊三昧のマモンだったが、その羽振りの良さにはある秘密が。何があるんでしょうか。なんかちょっとこう含みがある誕生日イベントのストーリー。はい、ちょっとねということで感じですね。でなんか私の手元にですね、マモンの SSR の開花前と開花後のですね、カードのこのデザインがですね、ちょっとありましてですね、こんな内容になっております。開花前を、そうですね、開花前はこういった感じで、可愛い。はい、抱いてますね。抱いてますね。何を抱いてるんですかね。何を抱いてるんでしょうね。いや、そうですね、すごく可愛いと思います。言っちゃいますか、コバさん。いや、これはちょっと楽しみにしていただきましょう。楽しみにしていただく。そしてで開花後、これはまたね、いいですね。綺麗、すごく綺麗ね。すごくね、すごいいい感じですね。なんか一見なんかマモンらしからぬ感じの柄じゃない？すごい可愛らしいよね。ギラギラしてるわけじゃなくて、ほんわかしてる雰囲気のカードというか、なんかピュアピュア感というか、すごいなんかキラキラしてる感じが伝わってきて、なんかそうですね、なんか本当にマモンの本当の純粋な心の内みたいなのがそのままカードになっているんじゃないかなとちょっと予想します。マモンの本当の純粋な心。そうね、コバさんが信じているマモンのね、そう信じている純粋な部分っていうものがカードに現れているんじゃないかと。そうかなかなって素敵なそうですね、デザインだと。いいね。でもコバさんがこれをマモンの誕生日イベントをお知らせできたっていうのは何か運命めいてる感じがしてね。そうですね、やっぱり何かこう、そうね、天命を受けたかもしれないね。そうですね、指令が降りてきたのかもしれないですね。指令が降りてきた。はい、いずれも詳細につきましては公式ツイッターなどでご確認ください。UR のマモンもお楽しみに。はい、以上ラット新聞部ラジオ出張版でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルですが、そろそろお別れのお時間です。はい、コバさん、いかがでしたでしょうか？いや、そうですね、やっぱなんでこう楽しい時間っていうのは過ぎ去るのが早いんでしょうかね。あっという間に過ぎていってしまいますけども、今回僕コバさんお迎えして喋ってて、コバさんってね、言葉遣いがところどころ大げさになるよね。ちょっとこうリアクションが、リアクションとか店名って言ったりとかさ、さっきもさ、楽しい時間は過ぎ去るって言っていうやんか、過ぎていくって言ったら過ぎ去るっていう言い方したりとか、なんかさ、かっこええ言い方すんな。なるほどなるほど。あんま意識はしてないんですけど。意識せずともそういう言葉遣いが出るの？そうですね、やっぱりね、ジャパニーズ魂。なんで英語で言った？侍魂。侍魂とジャパニーズ魂はまた違うとは思うけども、侍ソウル。そうソウル。侍ソウルね。魂が熱いんですよ。魂が熱い。そう。だからね、そういう熱い言葉もパッションとテンションとエネルギッシュでお届けしてきましたけども、テーマは。何って何よ。言えたのに、今のタイミング言えたのに。ごめん全部言っちゃった。いや大丈夫。ありがとう。いや楽しかったね。楽しかったです本当に。盛り上がったし。いや盛り上がった本当に。コバさんのまた違う一面がたくさん見れて面白かったです。いや、加田くんのおかげです。ありがとうございます本当に。次回オタク FM にはアスモデウス役の三浦歩さんが遊びに来てくれます。マジか。はい、そうですね。
コバさん三浦さん好きやもんね、あゆむさん。そうですよ。どんな回になるんでしょうね。ちょっと楽しみそうな顔でこっち見んのやめて。めっちゃ楽しみにしてるやんか。なんかはい、ね、せっかくなら、三浦さんのその幼少期からのこのね、エピソードをね、順々追ってなんかこう聞いていってね。それ小バ得なだけやろ、ただ。まあ小バ得な回になるだけやけど。そっか。まあそういった話も機会があったらじゃあ聞く。そうですね。それを話してくれるかどうかは分からんけども、なかなか僕から聞けないので、僕から聞いたとしても多分教えてくれないやろうし、多分聞いてる暇はないと思うけどね。そうか。じゃあタイミングがあればね。タイミングがあればコバさんから聞いといてください、自分で。じゃあ質問ね、僕もね、なんか拾うか、そんな拾うわけないやろ。こそっと差し込もうかな。偽名使うなよ絶対、ほんま。何しようかな。ちなみに次回アニメ第5話なんですけども、救い出せ囚われのアスモ姫はRPG 回となっております。これまさにもう三浦会じゃないですか。三浦会ってアスモ姫って書いてるから、完全に三浦会アイム会みたいな感じですね、やめて。RPG ってことは王道のやっぱり RPG を想像しちゃうんですけど、どうでしょうね。囚われのアスモ姫っていうからアスモちゃんを助けに行く回で、ってことは王道やとしたら魔王がいて勇者がいてで仲間たちがいてみたいな展開に。じゃあ魔法とか使うんかな。かもしんないですね。そこなん誰が勇者で誰が魔王とかじゃなくて、魔法とか使うんかなが気になる。めっちゃピュアやな。どんだけピュアやねん。魔法とか呪いとかいろいろなものがある世界の中でおべみあるのに、魔法とか使うんかなって、そこなん。誰がどの位置に行くかなとかじゃなくて、やっぱそう RPG といえば魔法でしょ。RPG 楽しみにしてるな、コバさん。そうです。どんな魔法使えるのかそうね思うし、そのアスモ姫がねどんな感じでね登場してくれるのかっていうのもね、やっぱ主役なんでしょうね。囚われてますからね。囚われのアスモ姫っていうぐらいですから、みんななのか誰か魔王になってるのかわからないですけど、僕らもね楽しみにしているので、皆さんもね次回のアニメ第5話救い出せ囚われのアスモ姫を楽しみにしていただきたいと思います。コバさんあっという間でしたけども。いやそうですね、お別れの時間が来てしまいました。いやもう本当に反省点ばかりです。反省点ばかりやったとしても、終わりのこのタイミングでそれを言わんといてくれ。ほんま楽しいで終わろうや。楽しいね。そう楽しいけど反省するところもあるよね。反省するところもある。その反省っていうのはまた次回来てくれた時にそれを生かしてもっといい回にできるように、もっと楽しい回にできるようにしていきましょう。自信あります。じゃあ次回はもっと楽しくお届けできるようにしましょうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。ということでオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とマモン役の小林弘隆でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。